ポカピカメッセージ。皆さんこんにちは。私は案内人のポカピカ仙人です。仙人、どうして人間には心と体があるの？おお、ピカちゃん、面白い質問を持ってきてくれたね。もし体が見える私というなら、心は見えない私と言えるね。心って見えないけど確かにあるし、私だわ。すると人間はなぜ二重構造になっているのかという質問にしてもいいかな。そういう質問にして、面白そう。 OK。 じゃあ今日は大旅行になるからしっかりついてきてね。二重構造は人間だけではありません。神様はすべての創造を始める一番最初に人間の設計図を作られました。その人間を標本として全世界を作られました。ですからこの世界も見えない世界と見える世界の二重構造になっているのです。見えない形のない世界って具体的に何だと思う？具体的に？霊界のことなんだよ。そうか。じゃあこの世界は霊と物質でできてるってことなのね。そう、人間はね、霊があるからいろんな精神活動ができるんだ。直感とかインスピレーションもそう？そう、神様を分かるのも霊があるからこそなんだよ。次は人間と神様と非常世界との関係を見てみよう。この天地のすべてを創造された神様は見えない神様です。形がありません。大きいといえば無限に大きいし、小さいといえば無限に小さいし、空間も時間も超越したお方です。さてこの神様が見えない神様のままでいては全てを主観できないのです。神様はどのようにされたのでしょうか。人間に霊と肉を与え、無形の世界を霊によって感知し、有形の世界を肉体によって感知できるようにしました。見えない神様が分かり、万物世界も分かる、そういう存在として人間を創造され、神様はその人間と一つになることで霊肉界すべてを把握し、愛で主観することができるようにしたのでした。万物は神様を認識できないんだ。祈ってる猿とか見たことないだろう。いたらニュースになりそうね。人間が万物の価値を見出さなければ意味のないただのものさ。でも人間が万物に込められた神様の愛を見つけたとき、神様と万物がつながるんだ。人間は神様と万物の橋渡し役なのね。そう、人間の役割はとっても大きいんだよ。人間が有形と無形の世界を調和させる中心存在になってほしいんだね。これが人間を二重構造に作った理由なんだ。深いわね。次はこの二重構造がどんな働きをしているのか見てみよう。人間には体の上位に心があり、心の上位には霊人体があり、その霊人体が入っていって暮らす霊界の上位には神様がいらっしゃるのです。そのような神様と親子の関係にある私たちが霊でないはずがありません。ですから人間は本来神様がわかるのです。霊界は神様に属しています。神様の側にあるのが私たちの霊です。肉体と霊人体があるうち、肉体が生きるためには栄養素が必要です。光や空気のような
見えない栄養素とビタミンやミネラルのような見える栄養素が必要です。どちらがなくても生きられません。それと同じように霊人体にもプラスとマイナスの栄養素が必要なのです。マイナスの栄養素は人間の肉体から来ます。相手を愛したり高めたりという良い行いをすると、ために生きた喜びという栄養素が流れてきます。その時人間は高揚します。プラスの栄養素にあたるものは神様から来ます。誠の愛や真理です。これが来た時にも人間は高揚します。神様からの誠の愛や真理と自分の肉体からの栄養素が霊の中を巡って元気づくのです。このどちらがなくても霊は成長できません。霊が成長するほどに神様との親子の絆が深まっていくのです。ここでのポイントは何だと思う？霊は肉体と一緒でないと成長できないってことね。その通り。それから私たちの霊は神様のそばにいるってこと。その通り。でもさ、時々私は神様のそばにいるのかしらって思う時があるわ。そうか。なぜ神様の側に立てないことがあるのかな。本来人間は神様の血統で生まれ育つようになっていました。誠の愛で生きる血が流れていたのです。しかし堕落することによって神様の血は自己中心的な偽りの愛に汚染され、何千年もその血を遺伝させてきてしまったのです。相手を傷つけたりないがしろにしたりという悪い行いをすると、霊にはどのような影響があるのでしょうか。呵責、不安、自己卑下といった毒素が肉体から流れてきます。霊は傷つき、生気を失っていきます。神様と親子の絆が薄まり、やがて切れてしまうのです。それを霊の死というのです。長い歴史の中で一体どのくらいの霊が愛の呼吸もできず苦渋の姿で霊界にいると思いますか？神様はこんなことを望んではおられないのです。これを終わらせなければいけないのです。私たちは自己の成長に責任を持たなければなりません。霊を主体にして肉体をよく主観し、神様と一つになっていかなければいけないのです。もし堕落がなければ霊の死なんてものはありえなかったし、地獄ができることもなかったんだ。霊が死ぬようなことをしている人たくさんいると思う。肉体があるうちはカモフラージュできるけど、霊界は内面がそのまま見えるところなんだ。死んだ時本当の自分の姿に直面するんだよ。しかもそこは永遠なんだ。怖っ。でも内面が美しかったら美しい姿の自分に出会うよね。その通り。肉体のある地上人生のうちに美しい霊に成長するっていうのが人間の責任なんだ。美しく成長するにはどうしたらいいの？人格を完成させること、家庭を作って善の子供を産み育てること、そして万物を愛で主観して善の世界を神様と共同創造すること。この三大祝福は人間自身の責任で成し遂げなければならないものなんだ。これこそが神様の願いなんだよ。人間の責任って大きいのね。人生お忙しい。本来死を悲しむ葬式じゃなくて、健闘をたたえて拍手で送り出す式を
すべきなんだ。なるほど。だから亡くなった日は霊界の誕生日なんだよ。生まれる時はピカピカの霊になって生まれたいわ。そうだね。それではこれからも大切なメッセージを送るよ。チャンネル登録してね。また会いましょう。バイバさよなら。アスタレ